フジワンダラーです。アイルランドのここダブリンに引っ越して3ヶ月が経ちました。アイルランドに引っ越してきて、うわーなんていい国なんだ、なんて住みやすいんだ、天気は最悪だし物価は高いけどそれ以外はもう最高じゃないかと思ってたんですよ。でもアイルランドのこのダブリンっていう街はですね、本当いろんな人が、口をそれて言うのが北部のあたりとですね、このダブリンの町の北部のあたりと奇数の町っていうのはちょっと近寄らない方がいいって言われてるぐらい治安が悪かったりするんですよね。この3ヶ月の間になんと3件、被害に遭いました。この動画は現在アイルランドダブリンに住まれている方、もしくは今後住まれる予定、旅行に来られる方に注意喚起としての動画にできたらなと思い撮影しています。改めてやっぱり気を引き締めて生活しないといけないなっていうことを思わされたので、今回私自身に何があったのかっていうことを皆さんにシェアしたいと思います。一つ目の事件は、まずここの家に引っ越してきてもうほんと数日ぐらいの間もない時にですね、この日は夫がオフィスに行っていたので、自宅には私と子供たちしかいなかったんですよね。で子供たちがお昼ちょうど寝て、やっと私の束の間の休息がって思ってた頃にピンポーンってインターホンが鳴ったんですよ。で出ると清潔感があふれる物腰の柔らかいおじさんが「Hello, my name is Peter, how are you?」ブラ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 っていう感じでですね、そのおじさんがしゃべり出したんですよね。すっごいアイリッシュなまりのきつい早口でブワーって言われて、私は何のことか全然わからなかったんですよ。でそのおじさんが「Your English good? Are you student? Studying?」みたいな感じでいろいろ聞いてきたんですよね。ただなんか英語分かってる学生みたいな感じで聞かれても、いや英語は分かるんだけどあなたの言ってることが何か分からないと。I don't get it, what would you like? みたいな感じで聞き返したんですよね。でそしたらどうやらそのおじさんは、家の前のうちの家の前の、コンクリートのところをですね、指さしてここを補正工事するみたいなことを言うわけですよ。で私としては全然そんな夫にからもそういう情報も一切受けてなかったしですし「いつやるんですか?」って言ったら「いや今すぐにでも始めれるけど1時間ぐらいちょっとかかるかな」みたいな感じで言うんですよね。子供寝た時にややこしいおじさん来たなと思ってたんですよ。最終的におじさんが「Like, do you have cash? It's 80 ユーロ」って言うんですよね。なんで80ユーロ払わなあかんねん私がと思って、でもちろん「I don't have cash. Why do I have to pay 80 ユーロ」って言ったんですよ。でそしたらなんかおじさんがまたバーって言ってきて「ちょっと待ってくれ」と「わからないからまず夫に連絡させてくれ」って言ったんですよ。で私はスマホも何も玄関先で持ってなかったので、私もちょっとアホやったんですけど、ドアをねちょっと半開きにした状態で家の方にスマホを取りに行きました。でスマホを取って、夫に連絡してで誠の状況を説明して、そのおじさんとちょっと喋ってくれないって言ったら「分かった分かった、変わって」って、ミキが言ったので玄関戻ったんですよね。そしたら家の前にもう一人男性がいて、その人は近所のね隣人の方だったんですけど「あいつに電話を渡すな」って言うんですよ。その目当ては金なんだ、絶対金もスマホも何もかも渡すなっていうふうに言われたんですよ。で私の目の前で起きた状況があまりにもいろいろありすぎて、私はちょっと何が何だか分からなかったんですよね。で今度は私の目の前でそのご近所さんとピーターがなんか言い合い始めたんですよね。でこっちの隣人の人が「お前の魂胆は分かってるんだ、どうせ金目当てなんだろう、こっちに来るな」みたいな感じで言ってくれるわけよ。こっちのピーターも顔真っ赤っかにしながら「もう You go away」みたいな、もうね私の目の前で言うわけですよ。It's not your property, you go away みたいな感じで繰り広げて、結局ピーター折れて出ていったんですよね。っていうのがまずこの家に引っ越してきてあった1件目で、そのピーターが去った後にですね、ご近所さんと話して、でその時私初めて会ったご近所さんだったので「ありがとうございます、あなたお名前なんて言うんですか?」もう本当に助けてくれてありがとうございます」って言ってお礼をして、であの人が一体何をしたかったんですかで聞くところによると、なんか家の前のなんか補正工事みたいなことを言うんですけどって言ったら「もう金だよ、あれは金、もう何も言わずに家にも絶対入れさせるな、お金も絶対渡すな、何かあったら旦那がいてる時間に戻ってこいって言え」っていうふうに言われたんですよね。
慣れてるそのアイリッシュの人ですら家になんか入ってきたことがあるらしいんですけど、高齢の方とかなんか住み始めた家、またそのうちに新しいようなところを狙って、例えば家の裏庭が何かちょっと修理がいるとか、何かにつけて家のなんか水漏れだったりとか工事がいるとか言って予約も何もしてないにもかかわらず、例えば家にやってきて、で今回うちの場合は家の前を補正するって言われたんですけど、家の中を通して裏庭に連れて行った時に家の中を勝手に物色されて物を盗まれるとか、補修も必要ないのに補修をしてお金を巻き上げるとか、そういうこともあるみたいです。だから今回私の件に関してはご近所さんに本当に助けてもらったおかげでこれを逃れることができたんですけども、私も本当にバカで、その後すぐ夫に連絡して何かあったら警察にすぐ連絡するからって心配してくれたんですけど、何があっても絶対家に人は入れちゃダメだし、もう分からなかったら玄関先で帰ってくださいと、何か必要なんだったら主人がいる時間帯に帰ってきてくださいとか、そういうふうにして、もうシャットアウトする。今回本当にご近所さんが助けてくれたので本当にラッキーだったんですけど、そういうこともありました。2つ目はちょっと私危険な目にあって、もう先に言ってしまいますが、目打ちと金敵、目打ちですねと金敵を使いました。はい、人生で初かな、はい、路上で人生初使いました。笑える話じゃないんだけど、2、3週間ほど前の日曜日の午後にですね、家族で出かけてました。で、我が家大体家族で移動するときは自転車に、旦那さんが自転車に乗って後ろに子供を2人乗せて、で私が電動スクーターで並走するっていう感じで移動するんですよね。その時行ったのがグランドキャナルキーっていう、ダブリンの街の中でも北寄りのところなんですよね。そこに行って街を散策してる時になんかね、その時ね多分17度とか結構寒かったんですよ。ダブリンって風があるから17度でも体感11度ぐらいだったりするんですけど、そんな寒い中にウェットスーツを着てもう汚いこの海にね飛び込んでる少年たちがいたんですよね。56人7人ぐらいかな。で私はなんか夫がそれをまず最初に見つけて、なんかあの子たち飛び込んでるよみたいな感じで笑って見てたんですけど、私的にはですね、着てるウェットスーツも何ていうのかな、スプレーとかで落書きしてるのも結構汚いウェットスーツを着てて、見るからに、なんかお金をなんか狙ってるような少年たちに私は見えたんですよ。だから私はちょっと警戒してたんだけど、案の定その子たちが厄介で、年齢で言うと10歳から15歳ぐらいの、地元の子供、本当子供少年やね、が私たちが帰ろうとしてたら少年たちがわーって歩いてて避けてたんだけど、私たちのところに来たんですよ。でちょっとややこしいなと思ってたらスクーターをね見て、一人の男の子が「ああ、It's my scooter!」みたいな感じでね近寄ってきたんですよ。で持っていこうとするね素振りをしたから、私の夫のミッキーがね「Don't touch, it's my one」って一喝したんですよ。そしたらブーみたいな感じでちょっと下がっていったんですよ。でもう一人のこのグループの中の連れがですね、なんか「Oh sorry about that」みたいな感じでちょっと気にしないでくれ、ごめんよみたいな感じでですねミッキーにこう言ったもんだから、私はこの子はちょっと話わかるんかなと思ってたんですよ。その子が後で厄介になるんやけど、追い払ったところを見て、私は夫ミッキーにですねやるやんと思ったわけですよ。少年、たかが少年ですけど、グループになってたら厄介なわけですよ。6人とか7人とかいてたらね。その子たちはさーってどいていったんだけど、私たちがさあ家に帰ろうかって言って、ミッキーは自転車で子供たちはその後ろに乗り、私はスクーターに乗って並走してさあ家に帰ろうかと思っていたら、赤信号で止まってる時にその少年たちがねまたね同じタイミングでこの信号のところに来たんですよ。ゾロ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 で、さっきは触るなって言われたスクーターを私女性が乗ってるわけですよ。そしたらまた同じ男の子がね「Oh, it's my scooter!」みたいな感じで来たんですよね。今度は私が持ってるから「Don't touch, it's my scooter」って言ったんですよ。そしたらやっぱ女やからね、舐めてかかってくるんですよ。で触ろうとね
このスクーターを触ろうとねしてくるんですよ。でもそれがあまりにもちょっとしつこかったんで、子供もいてるわけですから、そんなね集団でゾロゾロ来られても腹が立つんで、ここは舐められたらあかんなと思って、私はパチッ目打ちと金敵を当ててはないですけど、牽制の意味で、もう入ってくるなよと、これ以上入ってきたら危険な目に遭うぞっていう意味で、やりました。そしたらその少年がほってこう一瞬引いたんですよね。だからさっきミッキーに対して「Sorry about that」って言った男の子がまた横から来てですね「おいおいおい」と「If you touch my friend, I'm gonna kill you」って言ってきたんですよ。もうそれ聞いた瞬間、私ブッチーンってきて、はあ何言うてんねんと思って。でもね、大人ですよ。If you touch me on my scooter, I call the police, okay? So って言いました。私のスクーターの前に少年が2人、その後ろにちょっと大きいのが3、4人ぐらいいてたんですよね。で、こっちは信号。でもこの信号もまた全然緑に変わんないの。そう。でもなんか緑に変わったらすぐ行けたんだけども、それもね、またずっと赤やって、私の中でもプッチンやから、もう気がついたらスクーター片足で押さえて、ファイティングポーズですよね。もういつでも戦うぞっていう感じやったんですよね。でミッキーは背後にいてて、子供たちも私の後ろにいてるから、何かあったら子供たちはミッキー守れるし、でポッてこっち見るとね、近くにレストランがあったんですけど、そのレストランの店員さんが出てきてて、でなんかもう君たち子供いてるんだから、Don't worry about stupid kids, you have small kids, もう家に帰ってもうここもう僕に任せてって言ってくれる店員さんがいて、で他にもなんか大人の男性がゾロゾロといてたんですよね。もっと出てこいよと思ったんやけど店員さんが、stupid kids って言ったことに対して、その子供たちは今度そっちに怒り飛び火した感じで、今お前俺らに言ったなみたいな感じでもうちょっとそっちに行って、でもそのままね、もう店員さんにちょっと任せて Thank you ってグリーンライトになった瞬間、もうバーンって走って家に帰りました。そうで家に帰ってミッキーにね、少年 I gonna kill you って言ったよ、聞いたみたいな感じで私言ったらですね、その時ミッキーから返ってきた言葉が「Yeah, I didn't worry about you, I worry about them」って言うんですよ。嫁の心配せえ、嫁の心配もうミッキーは私のことよりもその少年たちの命の心配をしてたそうです。なんでやねんな。で、子供たちがね、まず、初めてそういう状況に遭遇したから、子供たち、息子はまだちっちゃいから理解できたのかできてないのかで、3歳の娘はちょっと怖い思いしたんじゃないかなと思って心配だったんですけど、一緒にお風呂入った時に娘が「ママ、何なのあのノイジーガイズ」みたいな感じでね言うんですよ。「Who are they?」みたいな。「They are very noisy. Next time I gonna pew pew」とか言ってお風呂場にね水鉄砲があるんですけど、それにお水一生懸命溜めて、そいつらがまた来たら私はこの水鉄砲でピューピューこう打ち返すわみたいなことを言ってて、なんて頼もしい娘なんやとさすが私の娘やなと、思ったんですけど、そういうことがありました。3つ目は電動スクーターが取られてしまいました。この電動スクーターっていうのはミッキーが2年前にスロバキアで購入したもので、それをアイルランドにわざわざ送ってきたんですよね。でそれを普段ミッキーさんは通勤で使ってるんですけど、その日はですね月曜日の午後、これも本当にね2日3日前の話なんですけど、夜6時にですね一人で、電動スクーターに乗ってシティに行きました。で場所はサウスグレートジョージズストリートっていうもう本当にバスが通る大通りですっごい人通りが多い場所なんですよ。お店があって、その前に大きな通りがあって、もうその道を挟んだ反対側、そこにね、電動スクーターを止めました。でもその時本当に私がアホやったのは、ミッキーから、私の夫からいつも口酸っぱく言われるんだけど、駐車する時はちゃんとした鍵を使いなさいって言われるんですよね。で止めたんですよ。スクーターも前のタイヤじゃなくて絶対後ろのタイヤをロックした方がいいんですよ。で1回じゃなくて3周ぐらい巻きました。でロックしてて渡って反対側のお店にショッピング行きました。もうものの10分ですね。で戻ってきたらもう跡形もなく消え去っていました。
で辺り見渡しても本当にもう何にもなくなっていて、きれいさっぱりなくなってて、でその駐車場の横にベンチがあって、おじさんが座ってたんですよね。だからおじさんに「ここどれくらい座ってます？」って、私10分買い物行っただけで私のスクーター盗まれたんですけどって言ったら「What?」みたいな「I didn't notice」って言って、もう一人のおじさんがこう探してたら「このキーもしかして君のか?」みたいな「どんなキーしてたんだ?」みたいな。で私が言ったら「あいつの時」って言われたんですよ。そういう大通りでさえもっていうか、そういう大通りの方が狙いやすいのかな。本当に痛い勉強代だったなと思うんですけど、でその時喋ってたおじさんが、気休めにはならないかもしれないけど、僕は2回自転車取られたよ、しかも家の中でって教えてくれたんですよね。家の中で、多分もしかしたらそれは家の中、いわゆる、お庭に止めてたのかもしれないけど、そういうのがダブリンだそうです。で次の朝6時ぐらいにね、シティに行ったんですよ、もう一回。で行って一通りその取られたあたりとか周辺とかを探してたら、頑丈なね鍵が真っ二つに切られてたりとか、自転車のフレームだけ残ってタイヤ両方抜き取られてたりとか、そういう無残な姿を目の当たりにして、これじゃないんだなと。鍵してても問題、今回取られてしまったけど鍵しててもやられるんやなっていうのを痛感しました。だからもし旅行者の人って多分、最近レンタルの自転車とかスクーターもあるから、ご利用になる人もいると思うんですけど、こっちに住まれてて自転車とかスクーターとか乗られる人は路上駐車は絶対ダメで、例えばシティに買い物行くとかだったら5分、たかが5分であろうがカーパーキングがあるので、そこはね警備員さんもいて、監視カメラもしっかりされているところがあるので、そこを必ず利用するようにしてください。そうでもし、観光で来られる方とか特に気をつけてほしいなって思うのは、リュックサックとかね、金目のものとかはもう極力過敏な格好とかはやめて、ブランド物のバッグとかそういうのも狙われますし、リュックサックとか背負ってる時にちょっと後ろが開いてたりとかね、チャックとか開いてたりするともう要注意なんですよね。そういうので取られやすかったり、あとは背負ってるからいけるやろって思っても、電車の中でこれ聞いた話なんですけど、これはダブリンじゃなくて、パリとかだったかな、パリの地下鉄でショルダーバッグとかリュックサックとか持ってたけどハサミでちょん切られて取られたとかね、そういうこともあるんですよね。だから日本だったらよく海外の人は驚くんですけど、電車とかバスで寝てる人がいる、海外じゃありえないって言うんですけど、本当にそういうところも危ないですし、だからスマホで歩いてるスマホを取られるとか、お店とかに行って席取るのに荷物とか置くって結構日本ではよく見る光景じゃないですか。でもそれって本当に危なくて、もうすぐ取られるんで、そういうのも気をつけてください。あとここ立て続けに本当交通事故を目の前で交通事故が起きるっていうことがここ3日続けてちょっとあったので、本当に歩く時、外出る時、家にいてもですけど、なかなか休まらないですけど、気を張って自分いけるやろと思わないで、もう絶対何かあるって思って、出かけるようにしてください。今回私はこの3件の事件を通して、またねもう本当に気を引き締めないとダメだなって、もう自分本当アホだったなってすごい反省して、もう一回これからも気をつけていきたいと思います。それ以外に実際に、こんなことありましたとか、そういう時どういう対策しましたとかありましたら、ぜひコメント欄にコメントお願いします。それでもですね、ダブリンとっても素敵な街なので、もっといろんな人に知ってもらいたいし、たくさんの人に来てもらいたいなっていうのがあるので、ぜひぜひ来られる時は、細心の注意で楽しんでもらえたらなと思います。動画を見てくださってありがとうございます。